本日はプサンのお寺をご紹介します。以前も風景だけは公開したことがありますが、今回は歴史を含めて解説します。まずはいつものようにバスを乗り継いで現地に向かいましょう。プサンの繁華街から90分、日本円でたった200円程度で行くことができます。Let's get started. 第1章、プロローグ。韓国の伝統的なお寺は、そのほとんどが深い山の中にあります。しかし、ここプサンの海岸線には、まるで荒波に立ち向かうように、断崖絶壁に建てられた奇妙なお寺が存在します。ここで祈れば、誰もが必ず一つの願いを叶えられる、そう語り継がれる海東龍宮寺。今や世界中から観光客が訪れるこの絶景の聖地には、一般の旅人には知られていない650年に及ぶ崩壊と再生の凄まじい歴史が隠されていました。第2章、誕生、夢のお告げと干ばつからの救い。時計の針を今から約650年前、高麗時代の末期へと戻します。西暦1376年、この国は未曾有の国難に直面していました。何ヶ月も雨が降らない凄まじい干ばつ。地は裂け、作物は枯れ果て、飢饉と病気によって多くの民が命を落としていました。時の王の死であった高僧、物草翁ナオン大師が深く心を痛めて祈りを捧げていたある夜、彼の夢の中に東海の竜王が現れます。不老不死の仙人が住むというあの伝説の霊山、蓬莱山。その端にあたる聖なる地に寺を建てて祈りなさい。そうすれば風と雨が調和し、国も民も安泰になるであろう。目覚めた大師が導かれるようにたどり着いたのがまさにこの場所でした。後ろに険しい山を背負い、目の前にはどこまでも青い海が広がる、まさに夢に見た通りの理想郷。大師はこの地を伝説の霊山の橋々に見立て、最初のお寺を建てて民の救いを祈ったのです。これが海東龍宮寺の始まりでした。第3章、消失、秀吉の襲来と340年の空白。しかし、そんな人々の祈りの場を過酷な歴史の荒波が襲います。建立から約220年が経った1592年、日本から豊臣秀吉の軍勢が押し寄せた文禄・慶長の役が勃発します。プサンの最前線に位置したこの美しいお寺は容赦ない戦火に巻き込まれました。お堂は激しく燃え上がり、歴史ある仏像や経典もすべてが灰となって崩れ落ちてしまったのです。そこから気が遠くなるような時間が流れます。お寺が再建されることはなく、主を失った断崖絶壁は波の音だけが響く荒れ果てた廃墟と化しました。その空白の期間はなんと340年近くにも及びました。第4章、再建、竜の背に乗った観音様。人々に忘れ去られていたこの地に再び奇跡が起きたのは1930年代のことです。歴代の僧侶たちによって少しずつ再建が進められ、そして1970年、ある高僧がこの地で100日間の熱心な祈祷を行っていました。祈祷の最終日、僧侶の目の前に信じられない光景が広がります。白衣をまとった観音様が光り輝く竜の背に乗って五色の霧とともに天へと昇っていく姿を目撃したのです。ここは竜王と観音様が守る聖地なのだ。この不思議な伝説から、かつて不問寺と呼ばれていたお寺は海東龍宮寺へとその名を変え、完全な復活を遂げました。戦火によって一度は跡形もなく消え去りながらも、人々の祈りの力でアジア最大級の美しき海辺の聖地へと生まれ変わった海東龍宮寺。
一歩進むごとに煩悩が消えると言われる108の階段を降り、あなたならこの海に向かってどんなたった一つの願いを捧げますか？最後までご覧いただきありがとうございました。本日の映像はいかがだったでしょうか？ぜひコメントを残していただけると嬉しいです。まだの方はチャンネル登録をしていただけると新着動画が見つけやすくなります。どうぞよろしくお願いいたします。それではまた来週お会いしましょう。